今日はバター餅を作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はバター餅を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、お正月で余った切り餅を使ったアレンジレシピをご紹介していきます。このバター餅は秋田県の郷土菓子なんですけれども、切り餅を使ってかつ電子レンジで簡単に作ることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。切り餅、お水、牛乳、お砂糖、有塩バター、片栗粉、卵黄。今回はこちらの材料で作っていきます。まず切り餅なんですが、今回4個使っていきます。4個合わせてだいたい約 200g になります。こちらは目安にしてみてください。そして今回ですね、水分系はお水と牛乳を加えていきます。牛乳を加えることでとてもまろやかな仕上がりになります。そしてお砂糖ですね。こちら今回白砂糖を使ってきますが、グラニュー糖やきび砂糖、あるいはラカント S などお好みの糖類を使って作ってみてください。バターは有塩バターを使っていきます。もし無塩バターを使う場合は、塩を1つまみから2つまみほど入れていただくといいかなと思います。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずね、ボウルにお餅を入れてください。切らずにね、そのまま入れちゃって OK です。そしてここにお水大さじ3杯です。お餅に回しかけてください。そうしましたらここにふんわりラップをかけます。ラップをかけたら空気の出入り口を1箇所作っておいてください。こちらを電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、今3分加熱しました。そしたらね、やけどしないようにラップを取り外してください。この加熱時間に関してなんですけれども、ボウルの大きさとか、あとはボウルの種類によって適正な加熱時間が変わる場合があります。なのでお餅がね、全体的に柔らかくなるまで加熱してみてください。そしたらですね、最初に入れたこちらのお水ですね。こちらはですね、一度捨ててください。この時ね、やけどしないように注意してください。はい、お水を捨てました。そしたらゴムベラなどを使って全体をしっかりと練っていきます。そしてね、ひとまとめにしてください。このようにゴムベラで押し付けるように混ぜると綺麗にだんだんまとまってくると思います。はい、このようにまとまりました。そうしましたら続いてここに牛乳と、あとは片栗粉を加えます。そしてよく混ぜましょう。最初はね、このようにちょっと混ざりにくいんですが、しっかりとね、こうやって押さえつけながら混ぜるとだんだん馴染んできます。はい。で、少しね、まだ牛乳が残ってる状態ですね。このぐらいまで混ぜたら、もう一度ふんわりとラップをしてください。そしてこちらをもう一度電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしたらラップを取り外します。今ね、このような状態です。こちらを一度ね、よく混ぜましょう。よく混ぜて滑らかになれば OK です。今ね、お餅はこんな感じです。すごくね、滑らかな状態になってます。そうしましたらここにお砂糖とバターを加えます。これをね、まず混ぜましょう。必ず温かいうちに行ってください。バターを入れると少しね、このように分離してくるんですが、こちらもですね、しっかりと混ぜていただくとだんだんね、ひとまとまりになってきます。このようにぐるぐるっと混ぜつつ、かつお餅をこのように押さえつけながら混ぜるとだんだんひとまとまりになってきます。はい。で、このようにまとまったら、最後はね、こちらの卵黄を加えます。卵黄は熱々のうちに加えてしまうと固まってしまうことがあるので、必ず一番最後に加えてください。そしてよく混ぜます。こちらも同様にね、押さえつけたり、あとはぐるぐる混ぜながら混ぜていきましょう。はい、OK です。このようにツヤっぽくなって、かつですね、お餅が柔らかくなって、卵黄がきちんと混ざるまでしっかりとこね混ぜてください。
そしたらタッパーなどを用意してください。ここにまずね、片栗粉をまぶします。ちなみに私が今回使用しているタッパーが横が15センチ、縦が9センチのタッパーになります。容量で言うと 450ml のタッパーです。ここに片栗粉をまぶします。このようにまぶしてください。そうしましたらこの中にバター餅を入れてください。はい、このように入れます。そしたらね、手を軽く水で濡らして、そして全体に広げてください。はい、こんな感じで広げてください。そうしましたらですね、上にピタッとラップを貼り付けます。こちらはね、乾燥させないように表面に貼り付けてください。あとはですね、このまま1時間ほど粗熱を取ります。はい、今ね、ちょうど1時間ほど置きました。お餅の粗熱も取れて、そして硬さも出てきた状態です。この置く時間なんですけれども、その時の気温によって適正な時間が変わると思うので、触ってみてお餅が冷めた状態ぐらいがちょうどいいと思います。お好みの硬さもあると思うので、もちろんそのまま召し上がっていただいても大丈夫です。切りたい時は少し置いてから切ってみてください。では切っていきます。まずまな板の上に片栗粉をまぶしてください。片栗粉をまぶしたらこちらをここに出していきます。タッパーから取り出す時はこういったナイフを水で濡らして、そしてね、周りを剥がしてみてください。はい、で周りを剥がしたらまな板の上に出します。はい、このように出します。あとはね、こちらを包丁で切っていきます。切る時は包丁を濡らして切ってください。そうするとね、包丁にくっつきにくくなります。では食べやすい大きさに切っていきます。はい、このように切りました。これで完成です。あとはですね、器に盛りたいと思います。はい、これでバター餅の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにもちもちで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。すごく優しい甘さです。そして噛めば噛むほどこのバターの香りも広がってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のバター餅のポイントです。まずバターに関してなんですが、今回は有塩バターを使ってます。もし無塩バターを使う場合は少し塩を加えて作ってみてください。そしてお餅を加熱する時なんですが、一番初めはお水を加えて加熱するようにしてください。そして加熱し終わった後は加えた水は捨ててからこねるようにしてください。こねる時のポイントなんですが、ゴムベラで押さえつけるようにこねてみてください。そうするとだんだん滑らかな仕上がりになってきます。そして滑らかな仕上がりになったら牛乳と片栗粉を加えてください。この牛乳を加えたらね、少し混ぜにくくなるんですが、しばらく混ぜてるとだんだん馴染んできます。である程度馴染んだらもう一度電子レンジで加熱してください。そして加熱し終わった後もね、しっかりと混ぜるようにしてください。その後バターとお砂糖を加えるんですが、加えた後もですね、少しお餅が分離するんですが、こちらもですね、よく混ぜていただくとだんだんお餅がまとまってきます。なのでしっかりめにね、よく混ぜるようにしてください。そして卵黄を加える時なんですが、卵黄は必ず一番最後に加えてください。お餅を電子レンジから出して、その後すぐ卵黄を加えてしまうと卵黄が固まってしまう場合がありますので注意してください。卵黄を加えた後も最初は少しまだらになってるんですが、こちらもよく混ぜていただくことで綺麗な仕上がりになります。ちょっとね、混ぜる工程は力がいるんですが、その分とても滑らかな仕上がりになるので頑張って混ぜてみてください。そしてその後ですね、熱々のまま召し上がっていただいてもいいんですが、今回私が仕上げたように切りたい場合は一度タッパーなどに入れて粗熱を取ってください。この粗熱を取る時間なんですけれども、その時の気温などによっても変わってくるので、様子を見ながら粗熱の取る時間は調整してください。この粗熱を取る目安なんですが、包丁で切れるぐらいの硬さになるまで粗熱を取ってみてください。そして粗熱が取り終わったらお好みの大きさに切って召し上がっていただけたらと思います。今回ですね、片栗粉を加えているので冷めてもそこまで硬くなりにくくなってます。ただ少し硬くなってしまった時は食べる時に少し電子レンジで温めてください。そうすることで柔らかい食感に戻ります。甘さに関してなんですが、今回は甘さ控えめで少しね、優しい味わいになってます。なので甘さに関しましてはお好みで調整してみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はバター餅を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok
こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。